皆さん、こんにちは、こんばんは。今日も耳から学ぶ AI をお届けします。この時間は、あなたの耳をちょっとお借りして、日々の移動時間や家事の合間など、耳が空いているひとときを、未来を形作る AI について学ぶ有意義な時間に変えていきましょう。前回の番組で、AI への指示は特別なプログラム言語を覚えなくても、私たちが普段使っている自然言語、つまり日本語で大丈夫ですよ、というお話をしました。確かに AI は随分と賢くなって、私たちの言葉を理解してくれるようになりました。でも、だからといって、AI に何かを尋ねるとき、ついつい何気なく、短い一文だけで質問を済ませてしまってはいませんか？もしかしたら、もっと AI の力を引き出せるはずなのに、簡単な問いかけでその可能性を狭めてしまっているかもしれません。AI は私たちの質問や指示、つまりプロンプト次第で驚くほど多様な顔を見せてくれます。まさに AI の力を引き出す魔法の呪文、それがプロンプトと言えるかもしれません。しかし、その呪文も決して複雑回帰なものではありません。今日はこのプロンプト作成の基本中の基本となる構造と AI ともっと良い結果を生み出すための作成のコツについて少し詳しく、そして具体的にお話ししていきたいと思います。これを知れば、あなたも AI との対話がもっと楽しく、もっとスムーズになるはずです。どうぞリラックスしてお聞きください。まず、なぜこれほどまでにプロンプトが重要なのでしょうか。AI は非常に賢いですが、残念ながら私たちが何を考えているのか、何を求めているのかを勝手に察してくれるわけではありません。AI は与えられた指示に基づいて結果を出す、ある意味でとても素直なシステムなんです。ですから、私たちが具体的で明確な指示を出さなければ、AI もどう動いていいかわからず、期待した答えは返ってこないでしょう。IT 業界で使われている用語ですが、まさに GIGO、ガーベッジイン、ガーベッジアウト、ゴミのような指示からはゴミのような結果しか生まれないというわけです。AI と接する上での心構えも大切です。私はよく新人教育みたいに丁寧に接しましょうとお伝えしています。それは言葉遣いを丁寧にしてほしいという意味ではありません。初めて仕事をお願いする新人のスタッフに曖昧な指示であれやっといてでは伝わりませんよね。それと同じで AI に対しても何をどうしてほしいのか、背景や目的、期待する形などを丁寧に伝えることが良い結果への近道なんです。AI は決して良い案を作ってくれる機械ではありません。むしろアイデア出しの壁打ち相手として上手に活用するくらいの気持ちでいると良いかもしれませんね。そしてもう一つ大切な心構え。それは前回もお話ししましたが、AI の言うことを鵜呑みにしないということです。AI は時に驚くほど人間らしい、もっともらしい文章を作りますが、それが全て正しいとは限りません。ハルシネーションといって、事実に基づかない情報、つまり幻覚を生成してしまうこともあります。特にお金や健康に関する情報、いわゆる Your Money or Your Life と言われる YMYL 領域では、誤った情報が人生に大きな影響を与える可能性もあるので、特に注意が必要です。AI を正しく恐れ、最終的な判断は人間がするという姿勢を忘れないでください。では、具体的にどうやって AI に指示を出せばよいのでしょうか。ここで役立つのが、プロンプトに含めたい6つの要素です。これを意識するだけで AI のパフォーマンスは格段に向上します。今回は AI に料理のレシピをお願いするという場面を想像しながら、この6つの要素をもう少し詳しく見ていきましょう。1つ目の要素はロール、つまり役割です。テレビゲームでロールプレイングという言葉がありますが、勇者だったり魔法使いだったり、AI にどんな専門家になってほしいか、どんなキャラクターを演じてほしいかを伝えます。あなたは三つ星レストランのシェフですとか、あなたは栄養バランスを考える管理栄養士ですといった具合ですね。役割を与えることで
AI の思考の方向性や言葉遣いまで変わってくると言われています。学習している内容やネットから情報を引き出す際に、どんな分野で用いる知識を望んでいるのか、AI に情報を与えることが重要です。2つ目はコンテキスト、つまり文脈や背景です。AI に何のために、どんな状況でその情報が必要なのかを伝えます。一人暮らしの料理初心者で、週末に友人を招いておもてなしをしたい。手軽だけど見栄えのするイタリアンのレシピを教えて。というように、背景が具体的であるほど、AI はユーザーのニーズに合った提案をしやすくなります。3つ目はコンストレイン、つまり制約条件です。これは AI に守ってほしいルールというか、決め事を明確に伝えることです。調理時間は45分以内で、アレルギー対応で卵と乳製品は使わないで、予算は2000円以内で、レシピの紹介文は100字程度で情熱的に、など、細かく指定することで、より期待に近い出力が得られます。ただし、生成 AI によっては文字数を正確にカウントできない場合がありますので、あくまでも文章量は参考程度に考えておくのが良いですね。4つ目はフォーマット、つまり形式です。AI にどんな形で答えてほしいかを具体的に示します。例えば、レシピ名、キャッチコピー、分量なども明記した材料リスト、ステップごとに番号を振るなどの調理手順、美味しく作るコツという構成で教えてくださいというように、どんな形で出力してほしいのかを提示するわけです。箇条書きが良いのか、表形式が良いのか、そういったことも指示できます。5つ目はプロセス、つまり手順です。AI にどのような思考プロセスで、どんな順番でタスクを進めてほしいかを指示します。少し高度に聞こえるかもしれませんが、例えば、まず提案する料理のコンセプトを3つ考えて、それぞれのメリットとデメリットを比較検討し、最もおすすめのものを1つ選んで、そのレシピを詳しく教えて、といった具合に AI の思考をガイドするイメージです。そして6つ目の要素がソース、材料や資料です。AI に参考にしてほしい具体的な情報やデータを提供することです。冷蔵庫にあるのは、鶏のもも肉、玉ねぎ、トマト缶、パスタです。これらの食材を必ず使ってくださいとか、特定のウェブサイトの URL を提示して、このサイトの情報を参考に最新の研究動向をまとめてくださいといった指示も可能です。この6つの要素をまるでパズルのピースを組み合わせるようにプロンプトに盛り込むことで、 AI はあなたの意図をより正確に理解し、期待通りの答え、あるいはそれ以上の答えを返してくれる可能性が高まります。もちろん、最初から全てを完璧に使いこなすのは難しいかもしれません。そういう時は、Google の生成 AI、Gemini が Gems というアプリで搭載しているプロンプトの作成を手助けしてくれるプロンプトジェネレーターのようなツールを参考にしてみるのも一つの手です。もしくは、大まかな案を書いた状態で、プロンプトを作ってとお願いすることも良いでしょう。また、フューショットといって AI にいくつか例を見せてから指示を出すテクニックや、チェーンオブソートといって思考のプロセスを段階的に示させるテクニックなど、様々なプロンプトの技術があります。今日は、そんなものもあるんだな、くらいに頭の片隅に置いておいていただければ十分です。さて、プロンプトの基本的な構造が見えてきたところで、次は AI からより良い回答を引き出すためのもう少し具体的な作成のコツを5つご紹介しましょう。これは AI とのコミュニケーションをより円滑にし、期待を超える成果を得るためのヒントです。1つ目のコツは、課題や目的を明確にすること。AI に何を解決してほしいのか、何を生み出してほしいのか、そのゴールをはっきりさせましょう。新しいビジネスアイデアが欲しいという漠然としたお願いよりも、30代の働く女性をターゲットにした平日の夜にリラックスできるサブスクリプションサービスのアイデアを5つ提案して、それぞれのサービス概要と想定される月額料金、主な提供価値を教えてのように、目的が明確であればあるほど AI は的確な答えを出しやすくなります。2つ目のコツは、具体的な指示を与えること。
これは先ほどの6つの要素にも通じますが、とにかく具体性が命です。面白いブログ記事を書いてではなく、最近話題の AI 技術について専門知識がない読者にも分かるように、ユーモアを交えながら800字程度で解説するブログ記事を書いて、特に私たちの生活にどんな影響があるのかという視点を盛り込んでといった具合に、いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように、いくらでといった 5W2H と言われる情報を細かく伝えることが期待通りの結果を得るための鍵となります。3つ目のコツは、出力結果を必ずチェックすること。先ほども触れましたが、AI は時としてハルシネーション、つまりもっともらしい嘘をつくことがあります。どんなに素晴らしい文章やアイデアに見えても、それが事実に基づいているか、論理的に破綻していないか、誤解を招く表現はないか、必ず人間の目で厳しく確認しましょう。AI の回答はあくまで下書きや素材と捉え、鵜呑みにしない姿勢が大切です。4つ目のコツは、使う人自身が主体となって創造性を加え、質を高めていくということです。AI は非常に優れたアシスタントですが、私たちを生徒として知恵を授けてくれるような万能な先生ではありません。最終的な創造性や判断は私たち人間の役割です。AI が出してくれた提案や文章をそのまま使うのではなく、それを叩き台としてあなた自身の知識や経験、アイデアを加えて磨き上げましょう。例えば AI が提案したキャッチコピーの言い回しを少し変えてみたり、構成案に独自の視点を加えたりすることで、AI だけでは到達できない、より質の高い成果物を生み出すことができるはずです。AI はあくまでサポート役、最後に作品に魂を込めるのは私たち人間なのです。そして5つ目のコツは、前回もお話ししましたが、倫理的な利用を心がけること。AI は強力なツールであるがゆえに、使い方を誤ると著作権を侵害したり、プライバシーを晒したり、差別的な内容を生成したり、フェイクニュースを拡散したりするリスクもはらんでいます。AI が生み出したものが誰かを傷つけたり、社会に混乱を招いたりしないよう、常に倫理的な視点を持ち、責任ある使い方を心がける必要があります。今夜は AI との対話の質をぐっと高めるプロンプトの基本構造と作成のコツについて少し詳しくお話ししてきました。6つの要素と5つのコツ、少しでも皆さんの AI 活用のヒントになれば嬉しいです。AI はまるで鏡のように私たちの投げかける言葉を映し出し、そして時には私たちの想像を超えるような景色を見せてくれることもあります。大切なのは、完璧なプロンプトを一発で作り上げようと気負うことではなく、AI との対話を通じて少しずつそのコツをつかんでいくこと、試行錯誤を楽しみながら AI を良き相談相手であり、共同作業所として育てていくような感覚でしょうか。AI とのコミュニケーションも結局は言葉が全て。まさに初めに言葉ありきです。私たちがどんな言葉を選び、どんな問いを投げかけるかで AI から得られるものの質は大きく変わってきます。そしてこの AI に的確な質問をする力、いわゆる質問力や AI の回答を正しく理解し、次なる問いへとつなげる読解力は、これからの時代ますます重要になってくるスキルと言えるでしょう。プロンプト作成はそうした力を養う絶好のトレーニングにもなるはずです。いかがでしたでしょうか。今日の情報が皆さんの AI への興味や理解を少しでも深めるきっかけになれば嬉しいです。それではこの後の時間も有意義にお過ごしください。また次回の耳から学ぶ AI でお会いしましょう。